にちは、トバログのトバです。こんにちは、モノグラフの堀口です。今この動画は僕の部屋で撮っていて、で、モノグラフの堀口さんが、僕の家に遊びに来てくれています。はい。モノグラフの堀口さんは、自分の動画チャンネルを持っていて、そこで僕のルームツアーというか部屋の紹介をしてくれていて、で、その流れとして今、ここでカバンの中身の動画を撮影させてもらいます。はい。遊びに来たついでにちょっとコラボ動画でも撮ろうかなっていうので、今動画をね、回してます。そうですね。はい。で、モノグラフの堀口さんについて簡単に紹介すると、もともとブロガーの友人というか、僕がブログを始めるときに彼がもうブログをやっていて、で、そこでこう、イベントがあって、で、そこで初めて会ってから5年ぐらいずっとこう、週1から週3ぐらいの間で会っていて、ブログから YouTube とかをやっているっていう感じです。そうね。モノグラフの堀口さん、僕の動画見てくれてる人、大体の人知ってるんじゃないかなって思うんですけど、簡単に自己紹介みたいなのしてもらっていいですか？はい。モノグラフっていうね、ブログ、そして YouTube をやっております、堀口と申します。で、僕はですね、普段から暮らしにまつわるものですね、っていうのをこう、身近なものを紹介してまして、で、そういうメディア的な活動と、あと株式会社ドリップっていうね、会社。多分ね、この動画の1個前ぐらいかな。そうですね。もう一人、ドレスコードね、平岡っていうのが多分、トバログのチャンネルにお邪魔してると思うんですけども、そのドレスコードの平岡と一緒に株式会社ドリップっていう会社をしてまして、そこではその、物好きがね、転じて自分でこう商品を作ったりとか、プロデュースしたりっていうことをね、しております。はい。はい。で、そんな感じでいろいろ仲良くやらせていただいてるんですけど、早速ちょっとカバンの中身を見せてもらいたいなと思ってます。はい、2020年最新版ということで、はい、カバンの中身を、早速見せてください。はい。まずじゃあ、カバンからですね。はい、カバンをこうバンって置いてもらって。カバンなんですけど、はい。よいしょ。これですね。おしゃれ。これはマザーハウスっていうメーカーさんから出ているアンティークスクエアバックパックっていう名前の、バックパックですね、こんな感じのリュックサックになってます。で、このね、四角い形状でこの革張りの、リュックってあんまりないんですよね。で、結構フォーマルでも使えるし、こうカジュアルでも使えますってやつなんですけど、もう2、3年ぐらいかな、3年目ぐらいかな、これ今使ってて、もうかなりもうベコベコに型が崩れてきました、本当に。もう本当に僕毎日レベルで使ってるんで、かつすごい重いもの入れちゃうんで、ここがちょっとね、広がったりとか、型が崩れてきちゃったんですけど、そこもね、自分なりの風合いかなっていうので、こう使ってます。ブログで紹介したぐらいから、結構一気に急増しませんでした？街でね、見るようになった。ですよね。これよくね、言ってるけど、このマザーハウスぐらいは、確かにその、マザーハウス自体も結構有名なメーカーだから、持ってる人ね、多いと思うんだけど、マザーハウスに、このクリッパーこのクリッパーって金属のね、バックハンガーがあるんですよ。これをセットでつけてる人はマジで多分なんか見てくれてるんだろうなって、ほぼほぼ見てくれてますね。ものとしては全然違うところにあるものなのに、そうなんです。モノグラフのブログで紹介して、でたまに街で見かけると、絶対読んでんなって思いますね。これに関してはブログもそうだし、あと本とかでもちゃんと紹介してるから、それでお店に来てくれる人が多いですって話をこうマザーハウスの人からもされて、でこれはまだね、その僕の動画とかツイッターとかでも言ってないんですけど、実はこのアンティークスクエアバックパックがですね、新モデルが出るらしくて、ちょっとそれに関して今僕の家の方にですね、新モデル送ってもらって、多分今日届くんですよ。なのでちょっと近日中にその新しいモデルの話できるんじゃないかと思ってます。いいっすね。結構楽しみっすわ。そう、なんかね、本当に改善点こうだったらいいなっていうのがそのまま直ったって感じ。はい、モノグラフの動画チャンネルも概要欄に貼っておくんでお願いします。はい。というわけで、じゃあまずは中身の方から見せていただきたいんですけど、よいしょ。これとあとカメラ。はい。そう。これちょっとカードケース。はい、ありがとうございます。いや、意外と黒っすね。そうだね。持ち物が。一昨年ぐらいから黒に寄せ始めて、今まで僕は革物を持ってても多かったのが、やっぱこっちの色、こういうちょっと赤茶色っぽい色の革とか、ベージュとかが多かったんですけど、途中からなんか黒で
革物も統一したいなと思い始めて、この財布だったりとかこの MacBook のケースとかねは、黒で合わせるようになってきましたね。なんかそれは意図があるんですか？茶色系から黒に揃え始めた理由みたいなのって。やっぱりね、革物とか特に使っていくとどうしてもね、茶色系はエイジングしてってゴールデンタイムがあるんだよ。使ってて、2、3年4年ぐらいが一番なんかいい味のかっこいい感じなんだけど、それをこうしてくるとちょっとね汚くなってきちゃうね。なるほど。でなんだけど黒は割と徐々に光沢が出てって、そのゴールデンタイムが続いた後かなりいい状態で本当に5年10年とか持つのね。だから革で特にこういうのとかってやっぱ長く使いたいから、それも含めて、黒だったらかなり長めにね使えるんじゃないかっていうので合わせ始めたさあ。じゃあちなみにこのカバンの中身ってどういうシーンを想定してるカバンですか？これはですね完全に遊びに来た日ですいつもこんな多くないです荷物は。この三脚カメラレンズとかに関しては、普段からは、カメラとレンズ1本ぐらい持ち歩いてるんですけど、今日はちょっとトバログの家に取材に行きましたっていうのでこの取材セットですね。であとこれもゲームキューブコントローラー、スマブラやれるような、コントローラーなんですけど、今日トバログの家でやろうかなと思って持ってきたので、この辺も普段の持ち物じゃないです。遊びに来たよって感じかな。了解です。あとはでもいつも本当に持ち歩いてるもの、この辺はね。了解です。じゃあ早速それぞれちょっといきますか。まずはですねこの辺かな。大きなところで言うと MacBook 持ち歩いてます。僕は MacBook の13インチ持ち運んでます。結構ね本当にずっと僕は12インチ MacBook を長いこと4年ぐらい使ってたんですけど、動画を始めることによってやっぱスペック必要だなっていうのでこの13インチを今はねメインで使ってます。でそれをこのドリップで自分のね会社で作ってるレザーの MacBook ケースですね、これに入れて持ち運んでます。でかなりねこれ今何ヶ月目かな、3ヶ月目ぐらいかな、使い始めてなんですけど、いい感じでねちょっとずつ光沢が出てきたかなっていうところですね。いいっすね。これはね MacBook ケースシリーズはねめちゃめちゃやっぱいい。この黒もそうだしモカとかアメリカのとかもすごいいい感じの育ち方をしてるので、確かにこれはねちょっと今後もしばらくたくさん出していきたいなと。ちなみにここになんかつけてるじゃないですか、MacBook のあれスタンド。MacBook の裏にはですね結構ねいろんなスタンドあって、今モフトとかキックフリップとかねあってみんなそれぞれつけてるんですけど、僕はですねこのマジックスタンドってのをつけてます。でこれのいいところはもうめちゃめちゃ薄いです。もうこんな感じでもう本当に薄さ多分ね 3mm とかしかないんですよこれで。なんですけどこうやってカチャッと開くと結構ね角度つくんですよね。で重さもそんなに感じないし、なんだったら反対側からもねこうやって引き出せてすごいね高い角度でこう PC をね固定できるんですね。なのでこうデュアルディスプレイするときにこう画面のねこう高さ合わせたりとかっていう時に使えるので、このマジックスタンドはねすごい気に入って使ってます。めちゃくちゃいいっすね。なんかアルミ製だから本体の色ともマッチしてるし、素材感もかなりちょうどいい気がしててね、純正感があるよね。すごいね。もともと貼ってあったのかなみたいな感じです。ちょっとねモフトとかキックフリップよりも角度がねすごい急なんで、最初に使い始めるとしてはねもしかしたらちょっとハードルが高いかもしれないんですけど、でもねちょっと角度つけたいっていう方はすごくおすすめですね。平岡さんのにも登場したそうだよねスリット。そう、これスリットっていうねこうペーパーファイル持ってます。でこれ紙をねこうよいしょもう無造作にこのファイルですね挟んでトントンとするだけで雑誌みたいにこう使えますっていうちょっとね面白いファイルですね。そう意外とねやっぱ未だにこう書いたりすることって多いし、メモとかも最初は持ったんだけど、昔にこう書いた情報って大体スキャンしてスマホの中に入れちゃうから確かにその部分の紙持ってなくていいんだよね。だからもうこれで書いてスキャンしてスマホの中に入れてその紙は捨てるっていうようなスタイルになってますね。一番なんか時代に合わせてますね、なんか使い方も。でもやっぱりやっぱ紙
みがいいんだよね。書き心地というか、確かに確かに。あとはめっちゃ軽いじゃん。だからほぼ持ってないのと同じような感じで持ち運べるので、これは気に入ってます。いいっすね。で、カメラはですね、今これですね、α6600 ってソニーのミラーレス APS-C のミラーレス使ってます。で、最近まではあれですね、キヤノンの EOS-RP 使ってたんですけど、ちょっとね、EOS-RP だと電池持ちがすごい悪いとか、あれです、生配信の給電ができないんで、生配信中にこう電源が落ちちゃうとかっていう、ちょっとね、YouTube 的な事情があって、新しくカメラ試し始めましたっていうのがこの α6600 ですね。トバログが使ってる α6400 とまあ兄弟機というか、そうですね。同じね、ところなんですけど、まあめちゃめちゃいいよね。めちゃめちゃいいっす。やっぱもともとソニー使ってたっていうのもあるし、それ抜きにしても、まあ YouTube とか動画をこうライトに撮るんだったら、なんかベストだと思います、本当に。そうまずはちっちゃくて軽いっていうのと、あとはこれですね、このバリアングルというか、このチルトでこう自分の方を自撮りできるんですよ。やっぱりこれがないと YouTube 本当にしんどいんで、でこれがつきつつも結構明るいレンズとかがたくさんあるから、かなりボケるし、そうっすね。本当にいいカメラだと思います。これからもし YouTube 本当に始めるって方、これ買っとくのは間違いないと思います。α6000 シリーズとこのねシグマのレンズたち、っていうカメラ機材と、あと僕はね結構これ持ち歩いてるんですよ。ベルボーの UT3AR っていう三脚で、ゴリラポットとかもたまに使うんですけど、結構これを手持ちのこう棒として使うことも多くて、よいしょ、こんな感じで反対側に折り返して使うんですけど、その折り返す前はすごいコンパクトなんですよね。ペットボトルぐらいの大きさなので、カバンの中にスッと入って、α6600 とかも簡単につけられて、こんな感じで首が伸ばせるので、こうやってね自撮りすること多いです。いいですね、これ便利だわ。そうで、それでいてここがこうやってよいしょキュッと回して伸ばせるんですけど、最大でこれ高さがね150センチぐらいだったかな、150か160センチぐらいまで伸びるんで、本当にちょっと外で動画撮ろうって時にめちゃめちゃ便利なんですよ。本当に置いてもこう自分のね目線の高さで撮れるし、あとこう手持ちでねさっきみたいにこう自撮りで持っていくのにも結構軽いんで、全然ゴリラポットとかと変わらないんですよ、持ってる感覚が。でこうやって動画撮れるんで、これはね本当にめちゃめちゃいい三脚だと思ってます。家の中で撮るときは最近トバログと同じワンフロットのねデカめのやつ使ってるんですけど、外に取材に行くときはこれ1本あれば何でも撮れちゃうんで、すごいいいなと。ちょうどいいサイズ感ですね。ちょうどいいサイズ感。なんか気になった商品とかあったら概要欄にリンクあるものはリンクを貼り付けておくので、チェックしてみてください。で次はですね、ちょっとしたね細かい、革物系なんですけど、メインの財布は、これですね、プレストって僕の会社で作ってる、革の財布を使ってます。こんな感じで、3つカードポケットがあって、それぞれねカードが入りますってものですね。で現金はここに挟んでおくぐらいの、キャッシュレスに向けた、コンパクトな財布を作ってます。これはやっぱねめちゃめちゃ人気のモデルで、コード版のモデルなんですよ。なんで革のもう光沢がまだ全然ねこれ使い始めたばっかなんですけど、すごいいい感じなんですよね。で中もヌメ革でこんな感じでねベージュの綺麗な感じで、このツートンで使えますっていう、財布がメインの財布です。ちっちゃくて高級みたいなゾーンがなかったけど、このなんかコード版とか、あと平岡さんインタビューした時に使ってた象の皮とか、そういう面白いラインナップが増えてくると、なんかよりこう幅広い選び方ができるっていうのはそうなんだよね。ちょっとね今後このプレスもいろんなバージョンがね、出てくる予定なので、ちょっと楽しみにしてます。であとはもう同じ話で言うと、チップっていうねすごいちっちゃな小銭入れ、これも使ってます。で小銭は僕あんま持ち歩かないので、結局この中にこの SD カード、サブの SD カードとか SIM ピンとかですかね入れて使ってます。ガジェットポーチのちっちゃい版みたいな、最小のガジェットポーチからでこれはこのプレスを作ってるメーカーと同じプレリー銀座っていうところのカードケースなんですけど、こんな感じで使ってます。でこれ
どう使い分けてるかっていうと、こっちにはもう本当に最小限のいつも使うカードしか入れてないんですけど、たまに月に1回ぐらい、病院に行きますとか、なんか、月に1回ぐらいのイベントあるんですよ。で、その時のために、この中には会員証とか入れて、これはカバンの中に入れて持ち運んでます。で、あとはですね、革物で言うと、多分一番歴長いんじゃないかなと思うのがこれですね。エンダースキーマっていうメーカーの、キーケースですね。ラウンドキーケースっていうやつで、確か名前サークルっていう名前だったかな。で、これすごいシンプルなんですよ。こう丸い革を、こうやって挟んで、こうやって鍵をね、挟んで留めておきますっていうだけなんですね。でももうなんかキーケースってもうこれ以上でもこれ以下でもないなっていうふうに思って、すごいシンプルなんで、壊れるとかもないんですよね。なので、これをどんぐらいかな、もう本当に5、6年以上、7年、8年ぐらいかな、もうすぐ10年経つんじゃないかっていうぐらいの、感じで使ってます。で、これは本当に、なんていうか、いつも持ち歩いてるってわけじゃないんですけど、大乱闘スマッシュブラザーズって任天堂のね、ゲームにハマってまして、で、専用のコントローラーを持ってます。で、遊びに行くときに持ってってます。小学生と同じようなことしてるんですけど、最初はね、無線のプロコン使ってたんですけど、やっぱ結構大会とか出ると、この有線じゃないと、結構その電波が混雑して、ちゃんと戦えないってことで、この有線のね、コントローラー使ってます。ポリのクラシックコントローラーってやつなんですけど、ちなみにトバログは愛用してます。そう、最初これと同じ色のこれ持ってたんですけど、先日イベントでなくして帰ってきて新しいの買いました。僕もこの色持ってる人結構多いんで、ここにドリップのシールを貼って分かりやすくしてます。はい。このね、インタビューの後は、ちょっとスマブラやって。カバンの中身っていうかね、持ち歩いてるもので言うと、これですね。ピクセル4、今使ってます。で、ピクセル4に関しては、僕ね、ずっとやっぱりiPhone 使ってたんですよ。iPhone の 3GS から iPhone XS ぐらいまでは使ってました。なんですけど、去年、ちょっとそろそろ iPhone じゃなくてもいいんじゃないかなって思い始めて、この Pixel 4使い始めてます。で、やっぱこれ選んだ理由としては、一つはね、写真がね、めちゃめちゃ綺麗です。ポートレートモードとかがすごいいい感じに映るのと、あと人の肌とかも結構ナチュラルなんですよ。iPhone だとどうしてもちょっとオレンジっぽくなっちゃうんですけど、かなり、パキッとした写真が撮れますっていうところが、気に入ってるところはありますね。はい。あとはホーム画面とかも結構カスタマイズがAndroid なんてめちゃめちゃできるんですよね。っていうのでそろそろiPhone じゃなくて Android で自分でカスタマイズした方がいいタイミングになってきたのかなっていうので、この Pixel 4をね、使ってます。裏にはこれですね、もう僕らの界隈が今みんなつけてるんですけど、モフト、のスマホスタンド。これめちゃめちゃいいよね。めちゃめちゃいいっすね。こんな感じでね、立っても使えるし、横でもスタンドになるし、動画見るときもいいし、 PC 作業してるときに自分の方を向けるようにできるんで、通知が来たときとかはこっちで確認したりとかができるっていう、いいよね。はい。で、僕はここにメインのカードを1枚入れて、使ってます。はいはい。じゃあポーチがね、ガジェットポーチに関しては今はね、これですね、名前なんだっけな、これデイズポーチか、デイズポーチって名前の、本当にこれガジェット用のポーチですね。これ使ってます。これ知り合いのメーカーさんの方がね、新しく作ったんでちょっと使ってみてくださいって話でもらって、で、確かにね、すごい使いやすいなっていうことでね、今使ってます。見た目はもうちょっとね、好みなものがあるかなって気がするんだけど、中身は結構使いやすくて、これを選んでるってことですね。まずここ止水ジップで、ジップがね、防水になってるんですけど、こうやって持ち手とかもね、かなり開きやすいというか、指に負担がない感じでグッとね、開けるようなアタッチメントがついてます。で、中開くと結構こんな感じで縦型で使えるんですよね。立てておいて、その中でスッとね、いろいろ取り出せますっていうような感じになってるんですけど、ガジェットとかいろんなね、細かいケーブル類持ってる人は使いやすいんじゃないかと思います。で、入ってるものに関してはマイクですね。これ Q マイクっていう名前のカメラの上につけるマイクですね。マイクで言うともう一つこれですね。ロードのワイヤレス GO。トバログもね使ってると思うんですけど、
自分の音声ですね、ピンマイクとかを取るときはこのワイヤレスマイクを使ってます。これめちゃめちゃいいです。でイヤホンはアビオットの、TEBD21F っていうね、モデル使ってます。これはめちゃめちゃ音質最高にいいです。本当にいろんなイヤホン試したんですけど、やっぱ未だにこれを超える音質のものないですね。であとね、これはねサブイヤホン、前はイヤホンも1個だけ持ち歩いてたんですけど、最近動画編集するようになって出先で電池が切れてると作業ができないっていうことがたまに発生しちゃったんですよ。なのでサブでもう1個ぐらいイヤホンが欲しいなっていうのと、サブで持ち歩くからできるだけちっちゃくてコンパクトなものがいいなっていうので持ち運んでるのが今これですね。そうカード20っていう名前の本当にねカードかっていうぐらいの、薄さちっちゃさのイヤホンですね。これもサブイヤホンとして使ってます。本体これぐらいのサイズなんですけど、もう本当にこんな感じでパタンと折りたたんで使えますってものですね。で音質もそんなにね悪くないし、結構 Bluetooth とかもね最新版で、かつ USB-C で充電ができますっていうものなので、これはサブで持ってます。これいいかな、2テラのストレージ。2テラなんすかこれ。2テラ。なんで2テラの SSD。SSD なんすかこれ。すごっ。基本僕データクラウドで全部保存してるんですけど、人にねデータ渡すときとかバックアップ用にこの2テラの SSD ですね、すごいちっちゃいSSD 持ってます。であとは充電系でいうとラグパワーね、これはもうおなじみだと思うんですけど、60W の USB-C 充電器、ハイパードライブっていうハブ使ってます。MacBook Pro とかのこのハブってこの USB-C2 つ使うことが多いんですよね。そうすると MacBook Pro では使えるんですけど iPad とか他の機種と共存できないんですよ。なのでこれが1つだけついてて、ハブとして機能するものを使ってます。はい、ざますもう一個ですね、これエンダースキーマのポーチ、ミニポーチ、どんなものが入ってるかって話で言うと、これですね、サブのマイクですね。でこれいいのがね、反対側とかも向くんだよね。で結構音質も悪くないっていう感じで、サブイヤホンがあります。作業もそうだし、普段の日常生活でも僕音楽がないと全然ダメなんですよ。移動してる時とか、作業してる時とかも音楽聴きながらやりたいタイプなので、本当にそこだけは常に聴けるようにサブっていうのをちゃんと用意してます。あとアンカーのモバイルバッテリー、パワー4のリダックス1万かな、1万 PD っていうのを使ってて、USB-C でこれ給電できるので、MacBook とかもね、いざという時にこれで給電できるので、使えますね。あと、カバンに入れてるものとしては、これはね、ちょっと今乾燥してるんで、リップクリーム、ワセリンのリップクリームと、無印で売ってる、アトマイザーですね。この中に香水を入れて、使ってます。最近持ち歩いてるものとしてはこれね、これ今ねこのハンガー、ワンガーっていう名前の、ミニマルな形のハンガーですね。ここのパンツ掛けの部分が、ここ切り込みがあるので、横からね、パンツをかけたり留めさせることができて、もう引き出しを全てこのハンガーに置き換えることができますっていうねものですね。これをちょっと今日番宣というか紹介させていただきたいなということで持ってきました。最近ミニマリスト支部とか、そうね、あと平岡さんも僕のチャンネルで紹介してくれたんですけど、めちゃくちゃ売れてるらしくて、今はもう2万本は完売してますよね。2万本は完売しました。初日で1万本売れてでもう1回1万本を再販したんですけど、それも1週間経たずに売り切れてっていう形で今2万本売れてて、今3万本目も追加してるんですけど、かなりいい感じになってるので、もうこれは大人気ですね。そうですね、これめちゃくちゃなんかプロダクトとしてすごいいいなと思ってて、この形状だけどちゃんと重心が真ん中に来るとか、そこはちゃんと計算して作ってあるので、ちゃんとこうまっすぐね、こうかけれるようになってます。いいっすね。これ今いくらぐらいで出してるんですか？今は10本セットで5800円。確かにめちゃくちゃ安いってわけじゃないけど、確かに2万本売れてんすもんね、それで。それで2万本売れていつまででしたっけ？ 2 月？ 3月？もう3月頭ぐらいかな。3月1日2日ぐらいで、そのクラウドファンディングが終わっちゃって、もうこれがクラウドファンディングで売れすぎちゃって、まずはそっちにお届けをしなきゃいけないので、本当に秋口ぐらいまでは入荷ができないので、本当に欲しい方は今のうちにクラウドファンディングで手に入れていただけると嬉しいですね。
ございます。はい、じゃあこんな感じで堀口さんのカバンの中身を見せてもらいました。はい、考えていろいろなものをレビューした上で、この状態になってると思うんで、気になった人は結構買って間違いないものが多いのかなという感じです。確かにここにあるものは全部押せるわ。今回の動画はトバログのチャンネルでね、僕のカバンの中身やってもらったんですけど、僕のチャンネルの方で、トバログの家のルームツアーですね、この背景にね映ってるところなんですけど、ここのね、紹介させてもらってるんで、よかったらねそちらの方も見ていただけると嬉しいです。お願いします。まだトバログでもルームツアーとかしてないんで、多分そこトバログのが方でもしないのか。はい、本邦初公開になるかなと思います。はい、じゃあこんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。はい、トバログではガジェットのレビューとか、あと他の人のカバンの中身の動画もこれまで10本以上アップしてたりするんで、もしよかったらぜひ覗いてみてください。それでもし気に入っていただけたら、チャンネル登録していただけるとすごい嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。トバログのトバでした。モノグラフの堀口でした。はい。バイバーイ。